今回はジュエマのかっこいいクリーチャーについて、歴代の様々なカードを紹介していこうと思います。デュエルマスターズの長い歴史の中には、際立ってかっこいい切り札カードが何枚も存在します。今回はそんなカードたちを厳選して紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速参りましょう。熱血声優ガイ銀河。まず最初に紹介するのは熱血声優ガイ銀河。このカードはドラグハートクリーチャーといって、普通の召喚方法では場に出すことができません。ではどのようにして場に出すのかというと、まず超次元ゾーンにあるこのカードを、ドラグナーと呼ばれるクリーチャーたちの効果などで、ドラグハートウェポンという形で場に出します。このカードのウェポン側は銀河体験外ハート、ドラグハートウェポンはクリーチャーに装備させることができ、基本的にはこのカードを出したドラグナーが装備します。そしてこのカードの効果は、装備したクリーチャーに、スピードアタッカーを付与するというものです。そしてこのカードが場にある状態で2回攻撃すると、外ハートは融解して外銀河へと変身します。その外銀河の効果ですが、融解した時に7000火力、スピードアタッカーとダブルブレーカーを持った状態で、バトル中パワーが4000プラスされて合計13000に、さらに相手がこのクリーチャーを選んだ場合、追加ターンを獲得、という回に成功すれば基本的に勝つ性能をしています。剣がドラゴンに変わるというかっこよさや、流解後の強さ、何よりイラストが非常にかっこよく、今でも人気のカードです。この外銀河は派生カードが多く存在しているのも特徴の一つで、色々なカードを集めるのも楽しいことです。二刀流派グレンモルトキング。続いて紹介するのは、そんな外銀河を出せるカードの一つ、その名も二刀流派グレンモルトキングです。このカードは他のドラグナーと比べてコストが10と重く、かつ本領発揮するにはマナ武装を達成しなければなりませんが、そのマナ武装も非7マナと重いため、重量級カードと呼ばれます。ですがその分条件達成時の効果は非常に強力で、波のクリーチャーの比にならない出力を見せます。まず登場時効果で超次元ゾーンから、コスト5以下のドラグハートウェポンを1枚場に出して装備します。その後マナ武装7で、マナ2比のカードが7枚あれば、さらにコスト6以下のドラグハートウェポンを装備できます。ちなみに同じウェポンを2枚装備することはできません。このカードはドラグハートウェポンを2枚装備できる初のカードで、登場当時からマナを伸ばしてこのカードを場に出すデッキが開発。2枚のドラグハートウェポンのパワーで相手を倒す流れになります。このカードのすごいところは、ドラグハートウェポンの組み合わせです。非文明という制限はありますが、様々なカードを組み合わせ、状況に応じた臨機応変なプレイをすることができます。スピードアタッカーを付与できるガイハートを装備したり、バトル効果を持つガイオーバーンを装備したり、特に相性がいいのは同じ弾に収録されたギガハート、ガイハートの強化版とも言える効果でありながら、出す手段が乏しく、グレンモルトキング専用カードとなっています。融解条件も、ドラゴンが2回攻撃と少し重くなっています。ですが融解した瞬間、ほとんど勝負に勝つことができます。融解後のクリーチャーである大銀河の効果ですが、攻撃時と相手に選ばれた時に効果が発動し、超次元ゾーンからコスト10以下のドラグハートクリーチャーを、スピードアタッカーを付与して出すことができます。ドラグハートクリーチャーを融解後の状態で出せることから、一気に決め切ることができる最強クラスのフィニッシャーです。そんな大銀河を使いこなすグレンモルトキング、そのかっこよさはもはや言うまでもありませんね。轟く侵略レッドゾーン。続いて紹介するのは侵略の代名詞ことレッドゾーン。コスト8の日のソニックコマンド侵略者で、トリプルブレーカーを持った進化クリーチャーで、出た時に相手のパワーが一番大きいクリーチャーを破壊します。これだけ聞くと、コスト8の進化クリーチャーと思い割には、そこまで効果が強くないカードのように思えてしまいます。が、このカードの真骨頂はそこではありません。このカードが持つ能力に、侵略というものがあります。レッドゾーンの侵略条件は火のコマンドです。この侵略は、条件を満たしたクリーチャーが攻撃する際、手札からコストなしで進化できるという効果です。つまり6に見えるこのカードのコストはなんと0。登場時効果で相手のブロッカーも粉砕しつつ進むことができます。漫画版で初登場した時の衝撃は凄まじいもので、当時から速攻デッキやキル速の速いデッキはありましたが、そういったデッキはカードのパワーが低かったり、手順が複雑でなかなか難しかったりなど、使用するのに一癖も二癖もあるカードばかりでした。ですがそんな中登場したこのレッドゾーンは、条件を満たせば最速3ターンキルできるにもかかわらず、複雑な手順が必要ないシンプルなデッキでした。モチーフがバイクであり、見た目のかっこよさもさることながら、
使用者の赤城山バサラも、今でも人気なキャラの一人です。シンプルがゆえに強力、というコンセプトのため、今でも環境がごちゃごちゃしている時に不意に現れて、颯爽と相手のシールドを叩き割って勝ちに来るという、神出鬼没かつ油断大敵な相手となっています。現在では環境の高速化に伴いその名りを潜めていますが、ジュエキングマックス2022で登場した新カードを採用し、もう一度環境を赤く染め上げる日も近いかもしれません。トリプル S 級ディザスターデッドダムド。次に紹介するカードは同じく侵略カードのデッドダムド。こちらは今でも環境で活躍するカードの1枚となっています。豪華ですが、まずトリプル S 級侵略ディザスターを持っています。水、自然、闇のいずれかを持つコマンドが攻撃する際に、手札、墓地、マナ、バトルゾーンから侵略できます。この時点でだいぶやってることがイカれてますが、なんと他のクリーチャーの上に乗った時に、相手のクリーチャーを1体選び、破壊、手札、マナと、3種類の除去手段の中から1つを選んで実行できます。相手が墓地戦略を使ってくるようだったらマナを送り、逆にマナ戦略を使ってくるようだったら破壊、両方使っていてかつ手札に戻しても問題ないなら手札と、あらゆる状況に対応できるパワーがこのカードにはあります。加えて、このカードはダブルブレイカーを持っているので、相手のクリーチャーがいなくても攻撃に使用することができます。そして何より、このクリーチャーは場からも侵略できるので、このカード1枚から何度も侵略を繰り返すことができます。とはいえ、条件は水闇自然のいずれかを持つコマンド。条件を満たすカードはそうそうない。かと思いきや現代のフェアリーライフことでドダムがここで登場。3マナで場に出て大量にアドバンテージを稼いだ後に、相手の邪魔なクリーチャーを雑な攻撃でどかすことができます。他にも、登場時効果が強力なコマンドを持ちダムドに侵略させ、攻撃や除去にも仕事ができるようにする戦術もあります。代表的な例で言うと、相手の呪文を止めることができるシャッフ、相手の手札を3枚も見て破壊するダークマスターズなど、様々なカードが挙げられます。イラストのかっこよさや利便性、拡張性などから、デッドダムドは今でも根強い人気があるカードです。超戦流派モルトネクスト。最後に紹介するのはモルトネクスト、グレンモルトの最終形態です。登場時に学ぶ相互でコスト5以下の火のドラグハートを出し、さらに竜学ぶ相互で2回攻撃を得ます。素でスピードアタッカーがないダブルブレイカーです。一見パッとしない能力のように思えますが、先ほども述べたようにドラグハートはその選択肢の多さが魅力。特にモルトネクストはドラグハートウェポンだけでなく、ドラグハートフォートレスまで場に出すことができるのです。代表的なのは、デザイナーズコンボであるハートバーン、モルトネクストにスピードアタッカーを付与しつつ、自分のクリーチャーがアンタックした時にガイネクストに誘拐、トリプルブレイカーになってかつ全員にスピードアタッカーを付与します。モルトネクストの効果でハートバーンを場に出し、その効果でモルトネクストをスピードアタッカーに、モルトネクストでダブルブレイクし、竜学ぶ相互でアンタップ、これに反応してハートバーンが誘拐、トリプルブレイク、そしてシールドがなくなった相手に向かってダイレクトアタック。この一連の流れが、モルトネクスト1枚から繋がってしまうため、超強力なデッキの一つとして環境に君臨しました。他にも、前世紀の戦い方の一つとして挙げられるのは、相手にブロッカーが多かったり、シールドトリガーの可能性があり、攻撃を迂闊に行えないといった状況に陥ってしまった際に、今は亡きバトライ角を設置して一度ターンを返します。バトライ角は火のドラゴンかヒューマノイドの攻撃時に山札をめくり、それが非進化のドラゴンかヒューマノイドなら場に出せます。そうです。相手の防御をこちらの攻撃力で強引に上回る作戦です。ドラゴンには強力なカードが目白押しのため、相手がバトライ角を除去できなければ勝利は目前です。ですが皆さん、今このように考えているのではないでしょうか。モルトネクストの2回攻撃の条件っていう学ぶ相互でしょ？火のドラゴンを5体もマナに用意するのは大変じゃない？もしできたとしても時間がかかるんじゃない？そんなあなたにメンデルスゾーンを紹介します。2マナの呪文で、山札の上から2枚をめくって、その中のドラゴンをすべてマナに、残りを墓地に送る呪文です。要するにデッキをドラゴンで固めてしまえば2マナにブースト。フェアリーライフを過去のものにする最強マナブーストです。このようにドラゴンはただでさえサポートが手厚く、なおかつ強力なカードが大量に存在しているため、その中でも強力なモルトネクストは人気のカードとなっています。今回は、かっこいいクリーチャーについて、小ネタを交えながら紹介してきました。
皆様のコメントお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。